皆様こんにちは、ゼリナです。今回は3月3日全国発売、シュウエムラアンリミテッドラスティングフルイドアンリミテッドルミマットセッティングジェルインパウダーのスミレモーブと青竹ブルーを先行発売で購入しましたのでご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。シュウエムラの大人気ファンデーションアンリミテッドラスティングフルイドがリニューアルとのことで、こちらの動画ではファンデーションのリニューアル前後での違い比較と新作パウダーの塗り心地や質感、室内光と自然光で見た時の仕上がり、そして4時間後の崩れをレビューしていきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。他にも新作コスメのパーソナルカラーレビューなども行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して他の動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。シュウエムラアンリミテッドラスティングフルイド崩れ知らずの名品ファンデがバージョンアップ。薄く、軽く、そして続く。乾燥感の少ないサーダビファンデーション。椿オイル配合の進化したフォーミュラへ。皮脂、汗に強く、崩れにくい機能はそのままに乾燥感を軽減。薄くて軽いテクスチャーが肌に寄り添い、潤いベールで肌を心地よく包み込む。アジア人のための20色でテーラーメイドされたように個性輝く。まるで美しい素肌をまとうような体験を。アンリミテッドルミマットセッティングジェルインパウダースミレモーブ青竹ブルー。ツヤ肌のためのセッティングジェリーパウダー。光を操る極薄ツヤフィルターで仕上げるまるでリフトアップしたようなハリツヤ美肌。独自のモイスチャーカプセルテクノロジーによる感動的なパウダーレステクスチャー。従来の粉とは異なる透明のしっとりジェリーパウダーが肌に馴染み、つけていることを感じさせないノーパウダリーフィニッシュ。皮脂は抑えながらもファンデーションのツヤは消さずに足す発想へ。さらに極薄ツヤフィルターが光を操り、毛穴やくすみをカバーしながらリフトアップしたかのようなハリツヤ新体験。それでは今回リニューアルをしたシュウエムラの人気ファンデーションアンリミテッドラスティングフルイドのリニューアル前とリニューアル後の違いから比較していきたいと思います。まずパッケージのデザインはこんな感じで、リニューアル前後で大きな変化は感じられませんが、リニューアル後は瓶の底部分が削られているので、従来のものよりもかなり軽くなりました。内容量はどちらも変わらず 35ml のままです。また紫外線カット効果がリニューアル前は SPF24PA3+だったのに対して、リニューアル後は SPF25PA3+とほんの少しパワーアップしています。ではこちら側にリニューアル前、反対側にリニューアル後を塗って仕上がりにどんな感じの違いがあるのか見ていきたいと思います。まずリニューアル前です。リニューアル前はこんな感じで薄膜で肌にピタッと密着してスッと肌に馴染んでくれるような軽やかなテクスチャーが特徴的でした。まずはリニューアル前を一度塗りで仕上げるとこんな感じです。下地のみの方と比較をしてもサードっぽさは自然に残したまま赤みや色ムラなどをカバーしてくれている感じがわかりやすいと思います。では反対側にリニューアル後を塗っていきます。リニューアル後はリニューアル前よりもみずみずしい質感になってかなり保湿感がアップしている感じがこの時点でもわかります。適度な油分感もあって肌にスルスル伸び広がるけれどしっかり膜で肌を覆ってくれるような感じがします。重さやベタつきはないですがかなりしっとり感がアップしました。はい、反対側にはリニューアル後を一度塗りで仕上げてみました。アイテム説明にも軽やかな塗り心地や崩れにくさはそのままにより乾燥しにくくなったという記載がありましたが、テクスチャーの時点で結構変化を感じて、リニューアル後は水分と油分が適度に足されて
かなり滑らかでしっとりしたテクスチャーに変化していました。リニューアル前は軽やかで肌にスッと馴染むような質感でしたが、リニューアル後は軽やかながらも肌にピタッと密着するような感じがするので、仕上がりにも結構違いがあって、近くで見るとこんな感じで、リニューアル前は赤みや色ムラは適度にカバーしていますが、ファンデーションが肌に馴染んで透け感が残っているのに対して、リニューアル後は肌にピタッと密着して透け感は残しながらも結構しっかりカバーしていて、毛穴や凹凸をふっくらさせて自然にカバーしている感じがします。サラダっぽさを残したまま少しカバー力もアップしたように感じます。ではそれぞれさらに重ねていきたいと思います。リニューアル前はかなりさらりとしていて肌にスッと馴染んでいってくれるので、重ねていってもこんな感じで厚塗り感がなくサラダっぽいイメージのままカバーしてくれます。毛穴や凹凸も自然に埋めてカバーしてくれるような感覚です。ではリニューアル後を塗っていきます。やはりリニューアル後の方が水分と油分がさらに足された感じがするので、リニューアル前よりも馴染むスピードが少し遅くなった感じがします。それでもタップしていくとこんな感じで綺麗に密着してくれます。リニューアル後は毛穴や凹凸を覆うようにカバーしている感じがしますね。はい、それぞれ何度かしっかり重ねてカバーしてみました。一度塗りの時点ではリニューアル前の方が肌なじみがいい印象、リニューアル後の方が少し肌を覆うようなカバー力があるように感じられましたが、重ねていくと大体どちらも同じくらいのカバー力です。近くで見てもこんな感じで、何度かしっかり重ねていくとファンデーション同士が密着して、リニューアル前も赤みや色ムラ、ニキビ跡などもしっかりカバーしている印象。反対にリニューアル後はかなりみずみずしいので、重ねていってもあまり厚塗り感が出なくて、自然にカバーをしてくれるような感じでした。一度塗りの時点でのカバー力が高かったのはリニューアル後。重ねていくとカバー力が高くなるのがリニューアル前といったイメージです。しっかりカバーしつつも厚塗り感が出ずに、マットにも寄りすぎず、ツヤツヤにもなりすぎない、サーダーのような仕上がりはリニューアル前もリニューアル後も変化は感じないですが、テクスチャーに結構違いがあるので、リニューアル前は毛穴や凹凸を埋めてカバーしているのに対し、リニューアル後は毛穴や凹凸をふっくらさせて覆ってカバーしているような感じがします。リニューアル前は細かい毛穴が気になる方に特に使いやすい印象だなと思いましたが、リニューアル後は細かい毛穴と大きめの毛穴が気になるという方にも使いやすくなったんじゃないかなと思いました。それぞれアップで比較するとこんな感じです。そしてカラーについては、私はリニューアル前もリニューアル後も同じ574という色番を使っていますが、手元に出すとこんな感じで、リニューアル後の方が若干黄色っぽくなったかなと思いましたが、肌の上にのせると変化は全く感じなかったので、安心して同じ色番を使用していただけるかなと思いました。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもやはり仕上がりや色の面ではリニューアル前後で全く変化は感じにくいです。肌表面の触り心地については、やはりリニューアル後の方がかなりしっとりしていて、べたつく感じではないですが、しっかり水分と油分でバランスよく肌を内側から保湿してくれている感じがします。かなり保湿力がアップした感じがするので、リニューアル前だと少し乾燥が気になったという方にも安心して使いやすくなったんじゃないかなと思います。続いては大注目の新作パウダーをご紹介していきます。こちらのパウダーはスミレモーブと青竹ブルーの2色展開なので、それぞれ半眼ずつに塗って色の違いなどをご紹介していきます。まずはこちら側半分にスミレモーブを塗っていきます。こちらのパウダーはパフやブラシはセットになっていなくて、大きめのブラシを使って塗るのがよりおすすめとのことだったので、今回はローラメルシエのフェイスパウダーブラシを使って塗っていきたいと思います。ブラシに含ませて、まず軽く置くようにのせて、優しく磨いていきます。この辺りにパウダーが乗ったのがわかりますが、全然ツヤが消えていないですよね。自然なハイライトのような明るさが足された感じで、ものすごく綺麗です。
はい、まずはこちら側半分にスミレモーブを塗ってみました。こちらのパウダーは手元で見た時も全く粉感がなくて、かなり艶やかに仕上がるなと思いましたが、肌の上にのせてもこんな感じで、ファンデーションのツヤが全然消えていなくて、自然で立体的なツヤがちゃんと残ってくれていますよね。ただやはりパウダーなしの方と比較をすると、全体的にファンデーションの油分っぽさは抑えられていて、パウダーを塗った後の滑らかさはちゃんと出ています。近くで見るとこんな感じです。結構しっかり塗り重ねましたが、粉っぽさや厚みが出ることなく、毛穴にもパウダーが溜まっている感じが気になりにくいです。近くで見てもこの頬の高い位置につるんとしたツヤが残っています。ただこれだけしっかりツヤが残っていますが、肌表面は適度にさらりとしていて、パウダーなしの方よりも表面のベタつきはきちんと抑えられています。粉っぽくなるのが苦手という方や、ツヤをしっかり残したいという方にかなりおすすめのパウダーなんじゃないかなと思います。スミレモーブのカラーは首から浮く感じはしませんが、適度に肌に柔らかさと透明感を与えてくれています。では反対側に青竹ブルーを塗っていきます。青竹ブルーはより肌に馴染む感じがしますが、こんな感じでブルーの透明感が乗ったのが結構わかりますよね。自然に透明感をプラスしたい時にとても綺麗です。はい、反対側には青竹ブルーを塗ってみました。粉感を全く感じさせないパウダーなので、2色でそこまで変化は出ないかなと思っていましたが、肌の上にのせると結構違いがわかりやすくて、スミレモーブは肌に柔らかさを与えつつ透明感を出してくれているのに対して、青竹ブルーは赤みや黄身を抑えたすっきりした透明感抜群の肌に仕上がっています。ツヤの感じは同じですが、カラーの変化をしっかり楽しめていいですね。青竹ブルーも近くで見てもこんな感じで、全く粉っぽさを感じさせずにしっかりツヤが残っています。アイテム説明にもあるように、リフトアップしたようなツヤが出ますが、パールやラメで作っている感じではないので、滑らかでつるんとしたツヤ肌に仕上げたいという方にかなりおすすめです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもやはりパウダーを塗った後とは思えないほどのつるんとした滑らかなツヤが残っています。自然光で見ると微細なパールが若干見えてきますが、毛穴が悪目立ちする感じはしないです。肌表面もベタつきは抑えてくれていますが、パサパサしたり厚塗り感がないので、粉感は苦手だけれどファンデーションの油分を適度に抑えたいという乾燥肌の方にも使いやすいと思います。ではこの状態のまま4時間ほどマスクで過ごして、それぞれの崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。リニューアル後はかなり保湿力がアップしているように感じましたが、比較をするとリニューアル後の方がさらに皮脂によるテカリも抑えられている感じがします。近くで見るとこんな感じです。リニューアル前はマスクの摩擦によるよれや擦れには強いですが、顔全体に皮脂が出てきているのと、何度かしっかり重ねたところが皮脂と混ざって少し薄まる感じが気になりましたが、リニューアル後はこんな感じで、小鼻の横に皮脂が出てきている感じは若干気になりますが、皮脂とファンデーションが混ざって薄まる感じも気にならず、テカリも最小限に抑えられている感じがします。アップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じは、新作のフェイスパウダーの効果か、乾燥する感じは全くしないけれど、小鼻の横もベタつきは感じずに、皮脂はしっかり吸着してくれている感じがします。リニューアル後のファンデーションは水分も油分もプラスされて、かなり保湿力がアップした感じがしたので、正直崩れについてはどうかなと思っていましたが、リニューアル前よりも皮脂が気にならないところがすごく優秀だなと思います。リニューアル前だと乾燥が気になったという方にはもちろん、皮脂崩れが気になるこれからの季節にも安心して使えそうです。そして新作のパウダーも
つけている感がなく、ツヤが綺麗に残ってくれたので、皮脂をコントロールする力は弱いかなと思いましたが、保湿しつつもしっかりベタつきを吸収してくれたので、乾燥肌の方にとてもおすすめなフェイスパウダーだなと思いました。それぞれのカラーについても時間が経ってもくすむことなく、スミレモーブは柔らかさの中に透明感がある印象。青竹ブルーは時間が経っても木くすみが気にならない、かなりスッキリした透明感あふれるコントロール力があるなと思います。では最後にティッシュオフをして、フェイスパウダーでお直しをしていきたいと思います。まずはスミレモーブです。パウダー自体のカバー力があるタイプではないので、どうしてもファンデーションが剥げてしまって赤みが出ているところは復活しませんが、モードカラーで透明感はアップするのと、ツヤも綺麗に復活しますね。続いて青竹ブルーです。こちらは崩れもあまり気にならないので、上から重ねるとこんな感じで、ブルーの透明感とツヤが復活する感じがよりわかりやすいと思います。はい、それぞれお直し後はこんな感じです。頬の高い位置の透明感とツヤ感が綺麗に復活したのがわかりやすいと思います。ただ、近くで見るとこんな感じで、パウダー自体に補正感があるわけではないので、マスクの摩擦やよれが気になった時は、クッションファンデーションなどで一度お直しをした上に、ツヤと透明感をプラスする感覚でこちらのパウダーを使うのがおすすめかなと思います。厚みは出ないので、重ねても汚くならないところは使いやすいです。はい、ではこんな感じで3月3日に発売されるシュウエムラの新作ベースメイクをご紹介していきました。大人気のファンデーションはリニューアルをしてかなりしっとりしたなと思いましたが、皮脂崩れにも強くなっているところがものすごく進化したなと思いました。そして新作のフェイスパウダーはなんといってもリフトアップしたような艶やかさがものすごく綺麗でした。パウダーを塗ると粉っぽくなるのが苦手という方や、ツヤを消したくないという方にものすごくおすすめなアイテムです。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。